ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ軍がクリミア大橋に対する攻撃に成功したようです。今回はそのことについて解説するともに、そのための攻撃が今後はロシア軍にとっても非常に頭の痛い問題になることをご紹介しようと思います。また、クリミア大橋を攻撃することに関して、ウクライナ側を批判する人たちもいるので、この件についてどのように考えればよいかについてもポイントとして挙げておきましょう。それでは早速、クリミア大橋に対する攻撃成功の件について見ていきます。ウクライナ南部クリミア半島、そしてクリミア半島からロシア本国へつないでいる場所がクリミア大橋です。クリミア大橋はクリミア半島に対する人の流れや物の流れを支えている大きな動脈なのですが、鉄道橋と車道2つの橋がかかっています。車道の場合だと片側2車線ずつの計4車線です。このクリミア大橋以外の方法だと船を使っての輸送があるのですが、船の場合だとどうしても積み荷の乗り下ろしなどに時間がかかりますから、物資を大量にそして少ない手間で送るためには鉄道が最も効率的なのです。そしてこの鉄道を使ってまさにロシア軍はウクライナの南部戦線に向けての兵器や物資の輸送、軍需品を運んでいるのです。この橋の機能を奪うことは戦争全体にとっても非常に大きな影響を与えるのです。ウクライナ軍が今回クリミア大橋を攻撃したのに使ったとされるのは水上ドローンだとされています。ウクライナのメディアによれば攻撃に使ったとされるのは空からのドローンと海からのドローン、この2つを組み合わせた攻撃だとされています。ただし、橋そのものを痛めつけたのは水上ドローンだと言われています。ウクライナ軍が開発、保有しているドローンとしては、2つのものが挙げられます。写真の左上は遠隔操縦できる小型の船のようなドローンです。そして写真の右側、こちらは遠隔操作できる魚雷だと思ってください。どちらが使われたかについては詳細は明らかになっていません。しかし、海から突入したドローンによる攻撃だというのは、この後ご紹介するクリミア大橋の損傷状況から明らかとなります。現場からの映像で最も被害状況がわかるものはこちらです。電車に乗っている人が撮影したもので、クリミア大橋の橋桁が一部ずれ落ちています。近くから撮影されたものがこちら。左が写真で右が動画です。ここで見るべきポイントは、橋の表面、道路側の方については大きな爆発などが起こった様子はありません。一方で橋桁の下側、つまり海側の方については破損もひどく黒焦げてもいます。ですから爆発は下から起こったものだということがこの映像などからわかります。こうした海側からの侵入に対してロシア側は果たして防御していたのか疑問符がつけられています。というのも橋が損傷したというニュースがあった後にどうやらロシアの軍艦がこの地域に派遣されたようなのです。クリミア大橋は再度攻撃されるかもしれない。また車道そのものも片側が完全に使えなくなっていることからロシア側のメディアとしてはクリミア半島への旅行やこれから帰国する際には陸路を使うようにと案内されているようです。クリミア半島から出るときにクリミア大橋が使えない。しかも攻撃があったといったこともあって、フェリーによる往来も一時的に中止されているそうです。もしかしたら、このままクリミア大橋が完全に落とされるかもしれないと不安に思った人たちは、先ほど放送されていた陸路での脱出というものを考えたがために、クリミア半島からメリトポリへと向かう道路では、かなりの大渋滞が発生したそうです。ちなみに、今回クリミア大橋に対する打撃に成功したと考えられる水上ドローンですが、これ以前には、ロシア軍の軍港があるセバストポリに対する攻撃で使用されています。こちらの映像は、水上ドローンに対する銃撃が激しく行われている様子です。ロシア軍の見立てでは、ウクライナ軍の保有している水上ドローンは、クリミア大橋に届くことはないだろうというふうに考えられていた。そのような話が出ています。セバストポリまでは届くんだけれども、それ以上まで行くはちょっと能力が足りないなというわけで、クリミア大橋周辺に展開しているロシア軍は、防空戦闘を想定して準備をしていたとされています。橋の近くには対空ミサイルや対空機関砲などを用意し、襲来するウクライナ軍のドローンを撃墜すればよい。もしくは、ストームシャドウのような巡航ミサイルが来れば、これを対空ミサイルでなんとか撃墜しようと考えていたわけです。ところが、ロシア軍の想定を上回る形で、水上ドローンは進出し、今回の攻撃に成功したようなのです。このあたりはロシア軍の危機予測能力が足りなかったと言えるでしょう。ただ同時に、今回の攻撃なのですが、成功したのは
爆発痕から水上ドローンであることは予測されるわけですが、基本的には空からのドローン、そして海からのドローン、どちらも連携して同日襲撃をしているようです。つまり、どっちかが失敗したとしても、どちらかが打撃を与えればよいし、どちらとも守備をかいくぐって攻撃に成功すれば、それは大成功だというわけです。ただ、今回の攻撃、映像からも明らかのように、鉄道橋に対する打撃は残念ながら失敗したようです。ですから、物資の大量輸送などについてはまだまだ阻止できたわけではありません。しかし、この成功は非常に大きな意味を持つでしょう。というのも、これまでロシア軍とウクライナ軍との間ではドローンの使い方において大きな格差が存在していました。それは、ロシア側の方はイランから輸入した長射程の突撃ドローンがあったので、これを使って延々と攻撃し続けるといったことをこれまで行ってきました。一方でウクライナ側はこうした長射程の突撃ドローンは数が少なく十分な作戦を行うことができませんでした。しかし今回攻撃に成功したことからこれからも繰り返し攻撃を行うことができるでしょう。そこには非常に大きな意味があります。なぜならば守る側の方がよりコストを高く払わなければならないという基本原則がロシア側にも発生するからです。例えばイラン製の突撃性ドローンをウクライナの首都キーウに放った際にこれを撃ち漏らしてはいけないとして対空機関砲をすり抜けてきたら今度は防空ミサイルを使ってこれを撃墜するといったことがあります。この場合だと対空ミサイルの方が値段ははるかに高いですから守る側の方はどんどんと高価なミサイルを消費してしまうこととなりこのような苦しさといったものを今度はウクライナ側がロシアに対して強いることができるわけです。なぜならばクリミア大橋はそこから動けない固定施設です。ですから座標さえちゃんと指定して継続的にドローンによる攻撃を行えばその度にロシア側は兵器と人員をここに割きそれによって防衛に成功しても多額の出費を強いられますし防衛に失敗すればクリミア大橋が傷つけられてしまうという逃れられない防衛戦が続くこととなるからです。そのようなロシア側の不利な状況といったものを固定化することができればあとは飽和攻撃を行うことによってクリミア大橋を落とすことが今後は期待できるようになります。ウクライナ南部においては徐々にウクライナ軍は前進しています。その前進速度は遅いものですがだんだんと南下してくればウクライナ軍のストームシャドウによる攻撃もドローンの攻撃に織り交ぜることができるようになるでしょう。今はまだちょっと遠いことからストームシャドウによる攻撃はかなり危険です。ロシア軍の対空兵器の守備範囲にまで戦闘機が入らなければおそらくは現在ではウクライナ軍のストームシャドウを放つことはちょっと難しいでしょう。しかしそのような本命攻撃をできるようなところまで持ってくればクリミア大橋を落とすことによってロシア軍の兵站線を完全に切ることができるようになります。クリミア半島経由での補給ができなくなれば、ロシア軍の補給ルートは一気に北上してアゾフ海沿いのザポリージャ州などがどうしても通らなければならない場所となります。そこは現在でもすでにハイマースやストームシャドウの射程範囲内ですから物資を輸送するルートとしては繰り返し何度でも叩かれる場所でありロシア軍の補給を大いに苦しめることとなるでしょう。今回の攻撃の成功というのは橋桁一つを阻止しただけみたいに見えるわけですがそれがまた次の展開へと続いていく非常に良い兆候だと言えるのです。そして少し前半でも述べましたがクリミア大橋は一般の生活インフラとしてだけではなく軍需物資を運ぶ兵士を運ぶ大動脈であることからウクライナ軍が攻撃したところで正当な攻撃の範囲だと言えます。軍事目標に対する攻撃は戦争行為の一環でありこれは何も無差別攻撃を行い続けているロシア軍と同列に語るべきものではないのです。ところが親ロシア派の人たちにしてみればクリミア大橋が落とされればロシア軍の補給が非常に困難になるといったことを分かっていますからなんとかそのようなウクライナ軍の行いを批判するがためにあたかも軍需物資を一切運んでいないかのようなふりをしてクリミア大橋を攻撃するのはなんてひどいことだなどとウクライナ側を批判するわけです。このようなざれ言に付き合ってはいけないといったことをぜひともご理解ください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックと役に立ったなと思う方はぜひとも SNS 等での拡散や投げ銭機能のご利用をお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。